本日なんですけれども、卓球台を使わない家でできる練習を紹介したいと思います。大まかに5つ大分類として分けました。1つ目が、ラケットを持つ。2つ目が、雑誌、読書、動画、3つ目が玉突き、4つ目が壁打ち、5つ目が階段っていうことなんですけれども、私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。今回この、5つの順番なんですけれども、やっぱり家の中でやったりするとうるさいとか、マンションに住まれている方だったりするとちょっとご近所トラブルみたいなこともあると思いますので、今回はその実際に実践するというところを考えた時に難易度としてはこのような順番になるんじゃないかなと思いました。今回はまず大項目5つに分けて、でその大項目に応じて私はこういう効果があるんじゃないかなっていうところを喋りつつ、その向きで多分練習内容が流れていると思いますので、ぜひご覧ください。それでは早速1つ目なんですけれども、まずはこのラケットを持つというところですね。というのもですね、やっぱりまず卓球をする前にどうしたって握りが上手じゃないっていう人が結構たくさんいらっしゃるんですね。シェイクならこういう感じで、ペンホルダーならこういう感じだと思うんですけれども、やっぱり握りが例えば極端であったりとか、力がギュッと入りすぎてて、その卓球が上手になる土台がやっぱりできないまま練習をしてしまっている。上手になる土台ができないままに上手になろうとしているっていうことが非常に多くありますので、まずはこのラケットを握ってみて、自分の中でいい感じっていうのを探ってみるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思っております。実際にグリップに、正解はない。やっぱり極端なグリップでやっぱりフォアハンドがやりやすいとか、バックハンドがやりやすいみたいなところはあるんですけれども、まずはやっぱり自分の中でこのいい感じっていうのを探すのがまずはいいんじゃないかなと。深く握る、浅く握るでもいいですし、ペンホルダーであれば指を伸ばしてみるとか、ちょっと丸めてみるとか、裏面ですね、裏面を使うのであればその裏面の面が出しやすいとか、もうこのラケットを持つだけでも実際いろいろなことが想像できるので、まずはこの空き時間にラケットと、触れ合ってみる、ラケットと友達になるっていうところをまずやってみてはいいんじゃないかなと思います。はい、次にラケットを持つ練習2つ目ですね。2つ目なんですけれども、これはラケットをくるくる回してみるってことですね。やっぱりカットマンであったり、反転をするタイプ、ペンツブとかですよね。シェイクの椅子の方でもいいんですけれども、やっぱりラケットを回すことってよくあると思うんですね。例えばカットマンの方であれば、バックサーブを出した裏ソフトでバックサーブを出した後に粒高、これ裏ソフトですけど、粒高の方をバックに持ち替えてプレーをするっていうことは絶対あると思いますし、ペン粒の方も一緒ですね。裏ソフトでサーブを出して、主戦の粒でプレーするっていうこともあると思います。またはその、試合中ですね、球が浮いた時に裏ソフトにキュッと持ち替えてバーンって打つっていうようなこともあると思いますので、反転の練習っていうのはやった方がいいんじゃないかなと思います。でまたこうやってラケットをくるくる回すっていうのは力を抜く脱力にも通じますので、やっぱりこのギューって握ってたらやっぱりいろんな技術うまくいかないんですよね。やっぱりカチカチになってしまうと回転がかけられないとか、インパクトが伝わらないってことがありますので、脱力っていうところでこのラケットをくるくる回す、またはこの指使いですね、指の使い方にも通用してくるので、このラケットをくるくる回すっていうのも、空き時間とかながら時間でできることなのかなと思います。そのラケットの持ち方っていえば、シェイクの方であればサーブを出すときにはグリップを変える、要するに手首が効きやすいようなグリップでサーブを出すっていうこともありますよね。もちろんね、創意工夫していろんな持ち方してもらってもいいと思います。例えば王子サーブを出すときっていうのはやっぱ王子グリップっていうのがありますし、大項目2つ目は雑誌や読書、動画を見るっていうところですね。でこの2つ目なんですけれども、実際やっぱ他のところにたくさんヒントってあるんですよね。例えば私であれば、もちろんこの卓球の雑誌ですね、卓球王国さんもちろん見ますし、
これすごい昔のなんですけれども、自分が掲載されてるやつっていうところで記念に撮ってると。でやっぱり毎月卓球王国さんとかそういう雑誌っていうのはもちろん拝見してますし、こういう身体操法系ですね、体の使い方の本であったりとか、これ出していいのかな、ちょっと出していいのかわかんないんですけど、こういう漫画ですね、こういうちょっと他のスポーツ異分野の方の、話を本で読んだりとか、またこういうビジネス書であったり自己啓発系の本を読んだりとかして、こういったところでいろいろヒントをもらうことっていうのはできると思います。こういう本、雑誌で、あとは動画ですよね。大きく分けるとその本、雑誌、動画っていうのがあると思うんですけれども、私の中でこれは結構違うなと思ってます。というのも、まず動画からいきましょう。動画に関して言えばやっぱりなんていうかイメトレですよね。普通に見たものをそのまま自分がやりたいっていうような感じです。何でもいいですけど、サーブをこうやって出しましょうだったら自分もそういう風に出してみようっていうところで、目で見たものをそのまま自分の体に落とし込むっていうところなんで、なんか一方向というか、見たからそれをやりたいっていうだけになるんですけれども、本とか雑誌の場合ってやっぱりもちろん絵も少ないですし、やっぱり文字で書かれてるんで、その想像の仕方っていうのが結構自分の感性に委ねられるのかなと思います。例えばですけど、ラケット面を斜めにしてって言ったら、その斜めの捉え方って全然人によって違うと思うんですね。斜めがこれの人もいればこれの人もいるし、やっぱりその想像っていうところがすごくかき立てられるのかなと思います。でこの想像するっていうのはなんかすごく大事だなと思って、その動画で言えばこうやりましょう、こうやりましょう、じゃあ自分もやってみよう、できない、なんでできないんだ、なんかもうできないになるんですけれども、やっぱり想像っていうのは結構ふわっとしてるので、その中でこの斜めだったらできなかった、じゃあこの斜めにしてみようとか、いろいろやっぱり、余白があるというか、創意工夫の隙間があるように感じていて、自分が頑張ろう、自分がやってみようっていうことの気持ちが続けば、ずっとそういう風にチャレンジできると思いますし、例えば卓球の雑誌の中で、やっぱトップ選手のインタビューとか見ても、その人の心情だったりその時の気持ちっていうのを自分の中で想像して重ね合わせてみた時に、まだまだ頑張れるなって思うことがある、思えることがあるのかなと。そこがやっぱりその雑誌とか書籍のその想像の幅と動画を見ての想像の幅っていうのは結構違うのかなと感じております。次、大項目3つ目は球つきですね。ラケットを持ってこういうふうに球をつくという練習なんですけれども、こちらは1つ目にやっぱり面の出し方がしっかり分かるっていうことですね。やっぱりこの面が斜めになってしまうと、どうしてもボールは斜めに飛んでいってしまうんで、このやっぱり面の作り方っていうのがまず分かるっていうところと、あとはその打球感覚、私たちが大事だよ、これを身につけないと技術身につけられないよっていうところをずっと言ってるんですけれども、ここの打球感覚の大きな2つ、球を飛ばす感覚、いわゆる弾くってことですね。球を飛ばす感覚っていうところと、回転をかける、こする感覚が分かるようになります。もちろんちゃんと練習しないと分かるようにならないんですけれども、やっぱりこうやって優しく打てば球っていうのはそんなに弾まない。ちょっと力を加えてあげるとボールは上に飛んでいく。たまにいるんですけれども、これがこういう風になってると。これはもう打球感覚がないので、いくら練習やっても多分上手になりづらいと思います。要するに振りはこうだ、振りをこうしなきゃいけないけれども、ここのタッチがあまりにもないせいでボールを入れたいのに入ってくれない。自分のラケットがどれぐらい弾むかわからない。そうするとやっぱり単純にボールって入りづらいですよね。なので自分のラケットがどれぐらい弾むのかっていうことも大事ですし、この面の出し方ですよね。これがとっさに変えた時に面が崩れるようであったら、やっぱりこういうふうにボールがどこかいろんなところに行ってしまうというわけで、この球付きでは面の作り方、自分が飛ばしたい面の作り方が覚えれる、とっさに出せるようになる。あとは打球感覚の大事な部分、ボールを飛ばす、弾く感覚っていうのをやっぱり身につけることができると。そして打球感覚のもう一つ大事な点、
回転をかける、こする感覚ですね。球に回転をかける。やっぱりほとんどの技術は球に回転をかけないとできない。下回転サーブ、横回転サーブ、ドライブ、チキータ、カット、ツッツキ、ほとんどの技術っていうのは回転がかかっているので、自分から回転をかけれたりしないと、その技術の再現というのはなかなか難しくなると。で、一つ言い忘れたんですけれども、この球突きをするときに立ってやっても座ってやってもいいんですけれども、基本的には足を動かさない方がいいんじゃないかなと思っております。要するにやっぱり自分のボールコントロールっていうのを鍛えるもの、ボールコントロールを鍛えるっていうところが趣旨にあるので、これが足を動かいろんなところに行って足を動かしてやっても、それはタッチが良くなってるってことにはならないと思うんで、基本的には足を動かさないでやるっていうのがいいのかなと思います。その中で練習で立ってやるバージョンと座ってやるバージョンを紹介しているので、そのながらですよね。やっぱりテレビ見ながらこうやってもいいですし、基本的にじゃあ練習やるぞっていうよりかは、本当に暇つぶし程度にやってもらっても全然構わないのかなと思います。私なんかも結局お母さんがご飯を作る時を待つのが暇すぎるから玉突きをしていたっていうところもあるので、やっぱり空き時間、ながら時間っていうのを有効活用するっていう、そういった軽い気持ちでも全然いいのかなと思います。そして大項目4つ目はですね、壁打ちですね。壁打ちの、実際私がやってみての効果なんですけれども、やっぱり集中力っていうところがすごく鍛えられるというか、やっぱり離れてやったり近くでやったりとかしてるんですけれども、卓球台よりも距離がすごく近いので、いちいちボール見てたりとか、そういう暇ないんですよね。でもちろんラケット面っていうのも瞬時に出さなきゃいけないので、ある程度やっぱ集中した状態、この身体双方の世界では中心視野と周辺視野というのがあるんですけれども、その中心視野になりすぎず周辺視野で、この壁打ちができる感覚がありますので、その目の使い方っていうところの差も感じれるんじゃないかなと思います。そこら辺はちょっと動画貼っときますので、そちらをご覧ください。で、2つ目はコントロールですね。その壁なので、基本的には自分が打ったボールに対してそのまま返ってきます。だから自分のボールが例えば乱れたら、そっちの壁から返ってきたボールも乱れますし、自分が回転ですね、何かしら変な回転がかかってたら回転も残ってきます。なのでその自分のボールのコントロールですよね、そこら辺がすごく鍛えられるなと思います。練習の中で意図的にその枠内ですよね、意図的にコントロールしてやる練習っていうのもあるんですけれども、やっぱりこの壁打ちっていうのは自分の打ったボールがそのまま残ってくるので、自分のタッチが分かってないとなかなかうまく続けられないと思います。その自分のボールが残ってくるっていうことで言えば、例えば粒高ですよね。粒高も自分の打った上回転のボールがそのまま回転として残ってくるので、もうちょっとそこ詳しい説明を省きますけれども、上回転打ったらそのまま下回転で反転して戻ってくるので、壁打ちと粒高とかアンチってすごくボールが似てるんですよね。なので粒高とかアンチが苦手な方、前陣ですね、前陣の粒高とかアンチが苦手な方は壁打ちをたくさんやってみてもいいかもしれません。実際に難易度としては卓球台よりも距離は基本的に近くなると思うので、その近さでボールを判断してしっかりボールがコントロールできるっていうことであれば、粒高とかアンチにはかなり耐性がついてるんじゃないかなと思います。こちらの壁打ちもですね、壁打ちも基本的に足を動かさないでやる方がいいと思います。もちろん足を動かしてやってもいいんですけれども、やはり基本的にはラケットコントロール、ボールコントロールの練習なので、基本的にはこの自分がコントロールして自分の場所にボールを帰ってこさせる、そこら辺が大事だと思いますので、基本的には足を動かさないでやるっていうのがいいのかなと思います。もちろん家なのでそんなにやっぱり広い空間もないと思いますから、そういった意味でやっぱりもう狭い空間でちょびちょびやるっていうのが基本的にはいいのかなと。5つ目です。5つ目は階段でラリーをするということですね。私が感じたのはやっぱりコントロール、そして不規則なボールが返ってくるっていうところと、あとは対応力、ここら辺が鍛えられるなと思いました。その練習っ
っていうかもう自分がどういう目的を持ってやるかなんですけれども、例えば私が今回やったのは、ある程度決まったところにボールをコントロールしようっていう気持ちでやってたんですけれども、やっぱりどうしてもたまにずれちゃったりするんですよ。そうした時にやっぱり階段ってなるとちょっとデコボコしてるんで、やっぱり不規則なボールが返ってくると。そうした時にやっぱり急に対応しないとやっぱり続けれないという時に、これは結構卓球に似てるなと思いました。自分はこうしてほしいけれども、基本的に卓球ってその不規則な連続、対応の連続なんで、やっぱり同じボールが返ってくることっていうのがほとんどないですから、そういった意味で階段でこうやって続けるっていうことはすごくいいなと思いました。私も小学校、中学校、高校、大学といった時やってたんですけれども、正直隙間時間を埋めるためにやってた。皆さんもうそれぐらいの感覚でいいと思います。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。大項目5つに分けて、まずラケットを持つ感覚、2つ目に雑誌、読書、動画、3つ目に玉突き、4つ目に壁打ち、5つ目に階段っていうところで、細かく20種類の練習を紹介したんですけれども、よし練習やるぞっていう気持ちでやっちゃうとあんまり長く続かないと思うので、基本的には隙間時間を使ってもう遊び感覚でやるぐらいでいいのかなと思います。ただでもここの例えばラケットを持つ感覚であったり、この玉突きで動かないでやるとか、こう面を正しく出すとか、壁打ちで自分のボールがそのまま返ってきたものに対応できないってなると、いわゆる相手と打ち合う卓球っていうのはもうちょっと難易度上がってきているので、そういった意味ではここら辺ができないと逆に卓球が多分すごく難しいんじゃないかなと思います。私自身も実際練習でやってるっていう感じではなくて、やっぱり暇つぶしでよくお母さんに怒られながら玉突きやったり壁打ちやってたりしたんですけれども、その当時はそれをやってるから上手くなったっていう感覚はなくて、改めてその高校とか大学とか社会人になってこう思い返してみた時に、やっぱり卓球好きで玉突きやったりラケット持ったりとか、その寝る時にラケットをこうやって横に置いて寝てたりとかしてたんで、やっぱりそういうのがすごく大事だったりとか、こういう練習じゃないけど遊びっていうのは効いてくるなというふうに後々思いました。正直この本当の卓球に比べて一人でやる遊びなので、上手くなったっていうことがめちゃくちゃ分かりやすいですし、単純にこれがね100回とか1000回とかできるようになったらやっぱりそれは上手くなったでいいと思いますし、こういうふうにこういうふうに回転がかけれるようになったっていうのも一つ上手くなったっていう指標としては、普通に単純に打ち合って誰かに勝った負けたっていうよりかは非常に分かりやすいことだと思うので、ぜひチャレンジしていただけたらなと思います。今回はご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、また名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れて行く監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね、そういった部分の講習会を逆に私自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上オンラインのコミュニティですね、そこで会員さんとやり取りをして徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にこうレベルがステップアップするにつれて、なんかこう違うなと、やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく、その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃こう卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、これもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり
効果が出る練習をしてほしい、なるべく、勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。